こんにちは、BA です。今、映像でご覧いただいているのは、私が過去に作った転写シールでリメイクした空き缶や缶バッグの数々です。どれも1年以上使っているので少し汚れています。この転写シールは100均で買いました。ダイソーやセリアです。絵心がない私でも簡単にリメイクできます。これは薄い紙を貼ってデコパージュ風にリメイクした缶です。雨にも日差しにも負けずに未だに綺麗です。今回はその作っている様子を動画にしました。ぜひご覧ください。最後までよろしくお願いします。準備したのは大豆やコーンの空き缶です。使いかけの白い水性塗料があったので下地に塗っています。一度塗って乾かして2度塗りをしました。これはダイソーで買った転写シールです。以前はいろいろな種類があったんですが、私の行く100均では最近置いてなくて寂しいです。絵柄ごとに切り分けておきます。このように中央に貼り付けようと思っています。転写シールには接着面に薄いフィルムがあるので剥がしておきます。つけたい場所に設置したら付属している棒で表面をこすります。ある程度こすったら少しめくって接着を確認しながら絵柄を本体に移していきます。綺麗に貼れたようです。大きさもぴったりです。次はちょっとした注意点をご紹介します。接着面の薄いフィルムを剥がすところまでは同じです。ある程度こすったら端っこからフィルムを剥がすとき、絵柄がフィルムに残っていないか確認しながら行います。絵柄が残っていたらフィルムを戻して残っていた部分を強めにこすっていきます。少し剥がしては確認、残っていたら戻してこする、これの繰り返しです。この部分、眉毛が残っているのが確認できます。もう一度確認すると、ちゃんと本体に眉毛が映ったことが確認できました。フィルムを剥がしていく部分を念入りにこすりながら少しずつ剥がしていきます。
要領で残りも一気に転写していきます。転写ができたら強度を上げるために木工用ボンドを表面に塗っておきます。くまのプーさんの絵柄がちょうど5枚あり、同じ大きさの缶が欲しくてコーンとひじきを無理やり開けました。今晩のおかずです。多肉を植えたらこんな感じになるでしょうか。楽しみです。次はデコパージュ風のリメイクです。これは昔100均で買った極薄のペーパーです。紙ナプキンでも応用できるかと思います。これを空き缶にぐるりと巻いてしまいます。デコパージュ専用の液やトップコートがダイソーやセリアにあるそうですが、私は使ったことはありません。私はいつも木工用ボンドを少し水で薄めて使っています。空き缶の表面にぐるりと紙を巻けたら、底と口の余った紙を折り込んで貼り付けていきます。最後に紙の上からも木工用ボンドを塗って強度を高めておきます。こちらは以前同じ要領で作ったリメ缶です。もう月日が経っているので中が錆だらけですが、表面に浮き出た茶色は錆ではなく、下地の茶色の水性塗料だと思います。今回は白い塗料を使ったので色が浮き出ることは少ないのかなと考えています。作家さんの素敵なリメ缶にはとても及びませんが、プーさんのおかげでこのリメ缶も可愛く出来上がったと思っています。毎年真夏や真冬の期間にこのようにして多肉を植えるための鉢作りを楽しんでいます。最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらグッドボタンを、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。